暑い日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。おそらくですね、今日は今季というか今年の夏一番暑い一日だったんじゃないでしょうか。当然昼間バイク乗るのもなかなかしんどいというような気温だったので、今日は日が暮れるのを待って夜の首都高をくるっと流してみたいと思います。で、最近はいつもそうしているのですが、この映像終わりの方まで BGM などは入れる予定がありません。今日乗っているこの GB350S はもうこのバイクの音自体がもう最高の BGM ということで、私自身も気がついたことがあればポロッポロっと喋るかもしれませんが、それ以外はあまり喋らずに、映像を見てる皆さんにはこの GB350S で夜首都高を流す雰囲気を楽しんでみていただければと思います。で、喋らないとは言ったんですけども、ちょっと報告したいことがあったので 1,2 点まずそれだけはコメントしておきたいと思います。この GB350S 航続距離はかなり長そうですね。トリップメーターを見ると 357.8 キロ走っていて、それでいて合計6コマの燃料系のバーが2つしか減っていないということで、もちろん燃料系のバーが動き始めているので、実際はタンクの中は結構消費しているとは思うんですけれども、まだこの段階でバー4本残っているわけですから、おそらく400キロは間違いなく超えてくるんではないかと思います。それと紅葉シーズンになると余計そのありがたみが実感できるわけですが、この GB350S あまり暑くありません。先ほども言った通り、今日はおそらく今年の夏一番暑かったんじゃないかと思いますが、今ねこう日が暮れてというかもう夜になったわけですが、それでも結構気温が高くて、例えばこれでフルカウルの SS などに乗っていたらもうそれこそぶっ倒れそうになるほどのその熱に悩まされるんじゃないかと思いますが、この GB350S はもうここに到達するまでに結構な距離走ってきているんですけれども、そうですね、ふくらはぎというか向こう爪のあたりですかね、そのあたりにふわっとした熱気を感じるぐらいで、暑いというほどではないですね。そしてまた今日首都高は結構空いているのかなと思いますが、こういった状況で走っていれば、こういったね車体構成なので熱がどこかにこもるということもないんでしょうね。全く暑さに悩まされるということはないと思います。そしてもう1点だけ、前々回の新東名を走った時、そして前回のワインディングを走った時も感じていたのですが、このバイクは結構エンジンをぶん回してもそんなに一生懸命こうエンジンが回っているなというか、エンジンに無理をかけているなという感触がありません。エンジンはこうメカ的に綺麗に回っているというか、こうライダーもねこうスロットルを開けていて、バイクがちょっとかわいそうになるような感触っていうのは全くなく、レブリミッターに当たるまでものすごく軽く、そして雑味のない振動を発生しながらふわーっとエンジンの回転数が上がっていくという感じなので、そのあたりもこのエンジンなかなかいいなと思います。それではね、この先気づいたことがあればコメントしますが、基本的には私はあまり喋らずに夜の首都高を流してみたいと思います。
この5速で30キロ台から最高速までカバーしているということなので、首都高もこれだけ流れているともう5速入れっぱなしで走れてしまいます。そしてこのバイクは何といってもこう閉じて開けて閉じて開けてという行為が本当に楽しい。クルーザータイプのバイクに乗っている方ならこういった味わいというのはもうすぐにピンとくるのではないかと思います。首都高を走っていてこれぐらいの速度だと後ろから煽られたりなどということは日常茶飯事なわけですが、今日は周りの車もご覧の通りものすごくゆったり流しているし、後ろから煽られたりということもなく、とても快適な首都高の散歩を楽しんでいます。これぐらい流れていると4速に入れっぱなしというのも結構楽しいなと感じます。少しエンジンを回しても排気音がいつまでも連続的にならないのが本当にこのバイクの排気系のいいところだと思います。ちょっと今カメラだけ横に振ってますが、今日はね天気は良かったんでなかなかいい景色です。日が落ちてから少し時間が経過したので、だんだん気温も下がってきて、本当に今涼しいなという感じになってきています。また今ね、海の上なんで、それも関係しているかもしれません。
のバイク、こうやって夜流すのが本当に気持ちがいいというか、似合うバイクだなという気がしてきました。今おおむね他の車の流れに合わせてゆったりと流しているという感じですが、このバイクに乗ってるといたずらに飛ばそうとか、そういう感じもしてこないんですよね。東京タワーが遠くの方に見えますね。映るかな。オリンピック・パラリンピック仕様のイルミネーションになってるんですが、ちょっと遠いですね。今度逆方向の夜景が見えると思います。東京タワーがね、綺麗に見えますね。オリンピック・パラリンピック仕様のイルミネーションになってます。
の夜景も綺麗ですね。はい、まあそこそこ高速道路乗ってから走りましたが、まだ燃料系のバーは4つ残したままで、今走行距離が 386.2 キロ、トリップメーターの数字が 386.2 キロということですから、まあ間違いなくこの様子だと400キロはもう軽く超えて、それぐらいの航続距離が出るんじゃないかと思います。燃費もいいんでしょうね、結構そんな気がします。今ね、東京タワーが結構がっつり見えたんじゃないかと思います。このモデルも先日のトリシティと同じで、このエコインジケーターがついてるんですが、個人的にはこれいるかなという気がしますね。やっぱりウインカーの色とウインカーのインジケーターの色と一緒なので、これがまあついたり消えたりするんで、その瞬間こうメーターが視界の端に入っていると、やっぱりね、たまにウインカー消し忘れたかなと思ってしまうことがあるんですよね。まあエコ運転はね、誰しも今時は意識してるとは思いますが、こんなに目立つエコインジケーターは個人的にはいらないかなと思います。まあ、この辺りの判断は人によって違うかもしれませんね。
らい流れがいいと、この遅くトップギアに入れてこう少し抜けた感じで走るのもいいなと思いますが、交通量がねこれだけ少ない首都高だと、4速に入れてね少しエンジン回し気味でこうちょっとね、トルクというか駆動力をこうみっちりとさせた感じで少しエンジン回し気味で走るのも楽しいなと思いました。ということで今日は、普段は私の映像だと複数台のカメラをこう切り替えながらお送りすることが多いんですが、今日はあえてこの夏の首都高を GB350S でテレッと流すという雰囲気を楽しんでいただきたくて、あえてね少しこう没入感が強めになるようなカメラ1台であえて収録してお届けしました。最近はね何かと制限が多い世の中になっていますが、このね、夏のちょっと気温が下がった時間帯のこの GB350S でのこうゆったりとした、ツーリングというかね、ショートトリップというか、そういった雰囲気をお楽しみいただけたのであれば幸いです。それでは。